皆さん、こんにちは、こんばんは。今日も耳から学ぶ AI をお届けします。この時間は、あなたの耳をちょっとお借りして、日々の移動時間や家事の合間など、耳が開いているひとときを、未来を形作る AI について学ぶ有意義な時間に変えていきましょう。さて、今日のテーマですが、最近は様々な生成 AI が私たちの身近なものになってきました。そこで今回は、改めて初心に立ち返り、人工知能 AI とは一体何なのか、そして今 AI はどのような状況にあるのかといった基本的な部分を皆さんと一緒に再確認していきたいと思います。 SF 映画に登場する未来的なロボットから、私たちが日常的に使っているスマートフォンの便利な機能に至るまで、 AI という言葉は本当に様々な場面で耳にしますよね。しかしその実態は一体どのようなものなのでしょうか。この時間を通して AI の基本的な概念から私たちの暮らしや仕事にどのように関わってくるのか、その全体像を一緒に明らかにしていきましょう。第1章、そもそも AI って何？です。ここでは AI という言葉が持つ基本的な意味と、私たちのすぐそばにある AI の例を一緒に見ていきたいと思います。 AI ってどんなもの？まず AI とはアーティフィシャルインテリジェンス、日本語で言うと人工知能の頭文字を取ったものですね。一言で言うと、コンピューターにまるで人間みたいに考えたり学んだり何かを判断したりする力を持たせるための技術、またはその全部です。よく AI とロボットって結局同じものでしょなんて聞かれることもあるんですが、これはちょっとニュアンスが違うんです。 AI は主にソフトウェア、つまりコンピューターの賢さや脳みそにあたる部分。それに対してロボットは実際に動く手足や体、つまり身体の部分だと考えるとすっきりするかもしれませんね。もちろん賢い AI を頭脳に持ったロボットもたくさんいますが、 AI そのものが必ずしも目に見える形をしているわけではないというわけです。身近にあふれる AI たち、実は私たちのすぐ周りにも AI はもうたくさん活躍しているんです。例えばスマートフォンに今日の天気はって話しかけると答えてくれる音声アシスタント、ネットでお買い物をしているとこれもおすすめですよって商品が出てきたり、迷惑メールが勝手に振り分けられたりするのもみんな AI のおかげなんです。これらは特化型 AI と呼ばれていて、ある特定の仕事、例えば写真を見て何が写っているか判断するとか、人の声を聞き取るといった一つの分野ですごい力を発揮します。 AI の得意なこと、苦手なこと。でも今の AI にもまだまだできないことはあります。人間の複雑な気持ちの揺れ動きを本当に分かってあげたり、私たちが当たり前のように持っている常識、例えば雨が降ってきたら傘を差すという行為、その裏にある理由までちゃんと理解するのはやっぱり難しいんですね。そして映画に出てくるように何でも答えてくれるロボット、例えば皆さんご存知の漫画やアニメのドラえもんのように、のび太くんが困っている内容を理解して4次元ポケットから夢のような道具を出してくれる、そんな人間の知能をあらゆる面で超えちゃう万能 AI がいつか本当に生まれるのかどうか。これは科学の世界でも大きなテーマで、いろいろな意見が飛び交っています。この章でお伝えしたかったことは、 AI とは人間の賢い活動を真似する技術で、もうすでにいろいろな場面で私たちの生活を助けてくれているんだということです。さあ、続いては最近ニュースでもよく耳にするあの AI 技術に迫ります。第2章、生成 AI って何？これまでの AI と何が違うの？です。この章では新しいものをゼロから作り出す AI の仕組みと、それがどんな可能性を秘めているのか一緒にワクワクしながら見ていきましょう。作り出す AI の登場。生成 AI、言葉だけ聞くとちょっと難しそうですが、これは文字通り全く新しい何かを作り出す AI のことなんです。例えば私たちが普段話しているような自然な文章だったり、プロの画家が描いたみたいな絵やイラスト、うっとりするような音楽、
さらにはコンピューターを動かすためのプログラムの設計図まで、本当にいろいろなものを作り出せちゃうんです。これまでの AI がベルトコンベヤーの中の異物とか、たくさんのデータの中から何かを見つけ出す作業が得意だったとすると、この生成 AI は学んだことをもとにして、今まで世の中になかったオリジナルのものを生み出す、つまり作り出す力を持っているんです。特に2022年末に登場したチャット GPT は、その自然な対話能力で世界中に衝撃を与え、驚異的な速さで普及しました。いくつかのニュースを見てみると、例えば、チャット GPT を作ったオープン AI という会社が2024年5月に発表したところによると、1週間に利用している人の数を週間アクティブユーザー数と言いますが、これがなんと4億人に達したそうなんです。2023年11月の発表では1億人だったので、そこから比べるとものすごく増えているのがわかりますよね。これはまさに AI が一部の専門家のものではなく、誰もが手軽に使えるツールになったことを示す象徴的な出来事と言えるでしょう。皆さんもチャット GPT のようなチャットサービスに質問を入れると、まるで人間と話しているみたいに自然な文章で答えてくれたり、いくつかの言葉を伝えるだけであっという間に素敵な絵を描いてくれるツール、一度は試してみたことがあるのではないでしょうか。あれらがまさに流行りの生成 AI の代表選手たちなんです。生成 AI が賢いわけ。最近では文字だけじゃなくて、絵や音みたいないろいろな種類の情報を一度に、しかもまとめて扱えるようになっています。マルチモーダル AI と言いますが、それらがどんどん賢くなっていて、AI が理解したり表現したりできる世界の幅がぐーんと広がってきているんです。こんなに生成 AI が急にぐんぐん伸びてきたのには、実はいくつかの大きな理由があります。一つはディープラーニングという AI の勉強方法がものすごく進化したこと。これによって AI がたくさんのデータから複雑なパターンを自分で見つけ出せるようになったんです。もう一つはコンピューターそのもののパワーがめちゃくちゃ上がったこと。そしてトランスフォーマーという特に文章を理解したり作ったりするのが得意なすごい仕組みや、拡散モデルというまるで真っ白なキャンバスに少しずつ絵が浮かび上がってくるみたいに、とっても綺麗な絵を作り出せる新しい技術が出てきたことも大きな力になっています。生成 AI と上手に付き合うには、生成 AI というのは例えるならものすごい量の知識や名作を勉強した超優秀なアシスタントみたいなものだから、彼らに何かを作ってもらうときには得意なことや苦手なことをちゃんと分かってあげて、こういうものを作ってほしいんだとはっきり具体的に伝えることが大事なんです。そしてもちろん AI が作ってくれたものが本当に正しい情報なのか、誰かの権利を侵害していないか、そういうことにもしっかり気を配る必要があります。この章では生成 AI が何かを作り出す AI で、その裏にはいくつかの大きな技術のジャンプがあったんだってことを感じていただけましたか？それにしても AI ってどうしてこんなに急にまるで魔法みたいに賢くなったんでしょうね。不思議だと思いませんか？第3章、なぜ生成 AI は急激に賢くなったのか。では、その秘密をもう少し詳しく探っていきましょう。この章では AI が進化してきた道のりと、そのスピードをぐんと上げた技術についてお話ししますね。AI 進化の歴史と立役者。AI という考え方自体は実はもう古くて、1950年代コンピューターが生まれたばかりの頃にはもうあったんです。それから期待されたりちょっとがっかりされたり、そんな波を幾度となく繰り返しながら、特にここ十数年でものすごい勢いで進歩しました。その進化の物語で主役を演じたのが機械学習、そしてその中でも特にディープラーニング、深層学習と呼ばれる技術なんです。機械学習というのは、人間がいちいちこうしなさい、ああしなさいってプログラムで教えるんじゃなくて、コンピューターがたくさんのデータの中から自分で法則やパターンを見つけ出して勉強していく方法のこと。そしてディープラーニングはこの機械学習をさらにパワーアップさせたもので、私たちの脳の神経細胞がつながっている仕組みをヒントにした
ニューラルネットワークという計算モデルを何層も何層も深く重ねることで、データの中からもっと複雑でもっと本質的な特徴をつかみ取って賢い判断ができるようにしたんです。例えるなら、何枚もの色のついたフィルターを通して物事を見ることでだんだん本当の姿が見えてくる、そんな感じでしょうか。進化を加速させた技術たち、このディープラーニングが出てきたおかげで、例えば写真に何が写っているかを見分ける正確さとか、人の話し声を文字にする正確さがびっくりするくらい良くなって、 AI が私たちの生活の中で実際に役立つ場面が一気に増えたんです。さらに先ほどもお話しした文章のつながりを深く、そして広く理解するのが得意なトランスフォーマーモデルや、まるで彫刻家が石の塊から美しい像を彫り出すみたいに、ただのノイズからとっても綺麗な絵を作り出す拡散モデルみたいな新しい技術が、今の生成 AI のキラキラした活躍を力強く支えているんですね。 AI の進化っていうのは、長い間の研究者たちの努力と、それを一気に前に進めるひらめきが合わさって出来上がってきた物語なんです。さあ、ここまで AI がどうやって賢くなってきたかを見てきましたが、じゃあ今の AI って具体的にどんなことができるんでしょうか。その多彩な才能を一緒に見ていくことにしましょう。第4章、 AI にできることはです。この章では AI が私たちの暮らしや仕事のいろんな場面でどんな風に役立ってくれているのか、具体的な例をたくさんご紹介しますね。文章もお絵描きも音楽も、今の AI って本当にいろんなことができるんですよ。まずはすでにお使いの方もたくさんいらっしゃると思いますが、文章を書くことです。例えば毎日のお仕事の報告書や会議のメモ作りを手伝ってくれたり、お客様への丁寧なメールの文章を考えてくれたり、それだけじゃなくて新しい企画のアイデアをポンポン出してくれたり、コンピューターを動かすためのプログラムの設計図まで作ってくれたりするんですから、本当に頼りになりますよね。言葉の壁を越える翻訳も AI のおかげで随分スムーズになりました。絵やイラストの世界でも大活躍。まるで本物の写真みたいにそっくりな絵から夢の中みたいな不思議な絵、あるいは私たちに馴染み深いアニメや漫画みたいなタッチの絵まで、私たちがこんな感じでとお願いするだけで、あっという間にいろいろなスタイルの作品を描き上げてくれます。音楽を作ったり動画を編集したりするちょっと専門的でクリエイティブな作業も AI のおかげでぐっと身近になってきています。見るも聞くも得意技。 AI は人間の目に当たる画像情報処理も得意中の得意です。例えば街のカメラの映像から特定の人物や車を見つけ出したり、工場のラインで製品に小さな傷がないか自動でチェックしたり、医療の現場ではレントゲン写真や CT スキャンみたいな画像から病気のサインを見つけ出すお医者さんの強力な助っ人にもなっています。声を聞き取る技術も私たちの生活にすっかり溶け込んでいますよね。 AI が人の話をちゃんと理解して返事をしたり、長い文章をまるでアナウンサーみたいに自然な声でスラスラ読み上げたりすることもできるんです。そしてチェスや囲碁、将棋みたいな頭脳戦のゲームの世界ではもう AI が人間のトッププロを打ち負かすなんてことも珍しくなくなっていて、その賢さには本当に驚かされます。 AI はまさに今の私たちの社会のあっちでもこっちでもそのすごい能力を発揮し始めているんですね。こんなに賢くて多彩な AI、 私たちの働き方には一体どんな変化をもたらすんでしょうか。ちょっと先の未来を一緒に覗いてみることにしましょう。第5章、何がどう変わるの？ AI と生きる未来の仕事編と題してじっくり考えていきます。 AI と仕事、どう変わる？ AI がいろんなことをできるようになったら私の仕事なくなっちゃうんじゃないかな。そんな風に心配になることありますよね。確かに毎日同じことの繰り返しのデータ入力とか決まった手順で進める事務作業、あるいは単純な作業なんかは AI がもっと得意になって自動化が進んでいくかもしれません。でも AI だって何でもできるわけじゃないんです。誰も思いつかなかったような新しいアイデアを生み出す力、不
複雑な問題が起きてもパッと状況を理解してうまく対応する力、そして何より相手の気持ちをちゃんと分かってあげて心を通わせる力、こういう人間ならではの頭の働きや心の働きが求められる仕事は AI の時代だからこそもっともっと大切になってくると私は思います。 AI 時代の働き方とは、私たちの能力をもっと引き出してくれて面倒な作業から解放してくれる便利な道具として AI を上手に使って、私たち人間はもっと価値のある、もっとクリエイティブな仕事に集中する。そんな風に人間と AI が手を取り合って働くのがこれからのスタンダードになっていくんじゃないでしょうか。実際に AI をもっと賢くするために勉強させるデータを準備したり管理したりする AI トレーナーとか、 AI にこうしてほしいという的確な指示や質問を考えるプロンプトエンジニアなんていう AI の進化と一緒に生まれた新しいお仕事も出てきているんです。だから一番大切なのは変わっていくことをそのまま怖がらないでしなやかに対応していくこと、そしていつも新しいことを学ぼうとする気持ちを持ち続けること、 AI には真似できない私たち人間ならではの深い考え方や人としてどうあるべきかという気持ちをしっかり育てていくことなんじゃないかなって思います。さて、いよいよ最後の章です。 AI が私たちの毎日の暮らしにどんな素敵な変化をもたらしてくれるのか、一緒に未来を想像してみましょう。第6章、何がどう変わるの？ AI と生きる未来の暮らし編です。 AI が変える未来の暮らし。 AI 技術がもっともっと進んでいくと、私たちの毎日の生活は今よりもずっと便利で、もっと質の高い豊かなものに変わっていく大きな可能性を秘めているんです。例えば健康のこと、毎日身につけている小さな機械から送られてくる健康データを AI がいつもチェックしていて、もし病気のサインがあったら早めに教えてくれたり、一人一人の体質や生活スタイルにぴったり合った健康アドバイスをしてくれたりする、そんな頼れる AI ドクターがそばにいてくれる未来が来るかもしれません。それから毎日のお料理や洗濯、子育て、あるいはご高齢の方のお世話といった場面でも AI を積んだロボットやいろいろなサポートシステムが私たちの体や心の負担を軽くしてくれて、もっとゆったりとした心豊かな時間を与えてくれるようになるでしょう。学びも遊びももっと豊かに。勉強の世界も変わりますよ。一人一人の勉強の進み具合やどれくらい分かっているか、何に興味があるかに合わせて AI があなたにはこれがぴったりっていうオーダーメイドの学習プランを作ってくれて、もっと効率よく、そして何より楽しく学べるようになるかもしれません。映画や音楽、ゲームというエンターテインメントの世界でも AI が作り出す今まで誰も聞いたことのないような新しい音楽や思わず息を飲むような美しい映像、あるいは遊ぶ人によって物語がどこまでも変わっていくようなドキドキするゲームが私たちの日常に新しいワクワクや感動を届けてくれるでしょう。 AI と上手に付き合うために、ただ一つだけ忘れてはいけない大切なことがあります。それは AI がもたらしてくれる便利さを上手に使いながらもそれに頼りすぎてしまわないこと。私たち人間が自分で考えて行動する力や人と人との温かい心のつながりをこれからもずっと大切にしていくこと、それが AI と上手に付き合っていくための秘訣なんじゃないかと私は思います。 AI は私たちの社会や生活のあらゆる側面に大きな影響を与える可能性を秘めた非常にパワフルな技術です。その進化はまさに日進月歩であり、今後どのように発展し私たちの未来を形作っていくのか、引き続き深い関心を持って注目していく必要があります。いかがでしたでしょうか。今日の情報が皆さんの AI への興味や理解を少しでも深めるきっかけになれば嬉しいです。それではこの後の時間も有意義にお過ごしください。また次回の耳から学ぶ AI でお会いしましょう。